私の母親が亡くなった時にはね、もう5年ぐらい経つのかな亡くなった時にはやっぱり亡くなったらすっと普通亡くなり変なこと言うようだけどね、これどうせ亡くなるですからね。だからその話です。亡くなる時にはね、このなんて言いますかね、里ないね、行かれない人はね、すると立ち上がらないんですよね。このまま誰か引っ張っていかれちゃうんですね。ところがうちの母の時場合にはちゃんとこう枕を持って立ちましてね、さっとそれが白い着物になっちゃうんですよ。白い着物になってさーっと立ってね、それで私のを見て、それでさーっと上がっていく。その時に何が聞こえたかってね、祝詞がね、上から天からね、神々がね、教人たち降りてきて祝詞をね、パーって聞こえてきましてね、大勢の神々がね、祝詞を上げているんですね。それで迎えつけるんですね。母親が立ってね、日光してさーっと上がっていった。で私もこのね、体から抜けてね、さーっと一緒にもう送っていったよ。自分の母ですからね、これは生みの母だからね。またさーっと一緒に送ってってね、上までずーっと送ってってね、行ったんですよね。深海ずーっと深海を流したね。そういうんです。そのまますっと白い着物になってさーっと行ったんですよね。これで祝詞でしたけどね、やっぱり根本は日本は神道なんですね。で深海って言ってやっぱり祝詞が聞こえてきますよね。面白いんですこれはね。うちは信州なんですね。信州だから生飴と母親なんか、私赤ん坊の時から生飴だけかかって育ったんでね、いつでも私と母親はいつも一緒に寝て、他に兄弟があるのにいつでも母と私は一緒に寝てたんです。他の兄弟は2回寝たりなんかして、私はいつでもおばあさんじゃないんだ、その時母親ですね一緒に寝てね、それで生飴出す。いつ寝る前に生飴でやるでしょ。穴かしこっていうのを聞かされて赤ん坊の時から育ったんですね。それで私は宗教的になってね、一緒に2人でいつでも祈ってたんです。私は違うことに祈って、こっちは生飴ですね。居眠りしながらやってましたけどね、おばあちゃんいつまでやって寝てるんじゃないかなんて言ったことがあるけど、そうやってやってたね。だから定道生飴倒していくだろうと思ったら、お迎えは穴かしこじゃなくて、なんですね、祝詞なんですね。祝詞ってのはこの先は出てないですからね、祝詞なんです。で下がっていっちゃってね、私そのままずっと上げてきて、それで向こうの整理をね、整理してね、向こうでいろいろね、お接待なんかしてね、それでこっち降りてきたんです。そのあくりしかなんか、葬式の時にはね、葬式だお通夜だからの時は、やっぱりあんまり向こうの言ってるもんだから、足がフラフラしてる、私ね。あっちの方で重点を置いてるもんだからね、地上界重点を置かないもんだから、下駄履いて歩くのを少し、ね、足がフラフラしながら歩いたことありましたけどね、そういうこともあるんですね。それでそういうわけでね、悟っていく時にはね、そのままと目覚めてね、さーっていって働けるんですよね。そういうもんです。八木さんの場合でも深海行っちゃって、もうすぐ働けます。だって何にもないんだもん。思いがないんだから。思いは五位先生の命と一つだって言うんですよ。五位先生は我が命なりって言って、五位先生って何かって言ったら、人類救済のために出てきてる救世の大光明の光でしょ。だから他に何もないんだ。金儲けしようともなきゃ、何が食べたいもなければ、何が着たいも何もないわけでしょ。ただ世界が平和になりますようにというために生きてるんだからね。だからその命と一つになったっては、世界が平和になるために働くわけでしょ。だから亡くなってすぐ働けるんですね。そういうものなんですよね。だから皆さんはですよ、世界平和一年でいつも世界平和ね、悪いことがあってもいいことがあっても世界平和、悪いことにとらわれることもなければ、いいことに、ね、執着することもなければ、ね、全てのことにとらわれないで、とらわれたらとらわれた思いのまま世界平和の祈りをしていれば、そういった生きていれば生きていたまま完全円満だし、亡くなれば亡くなるで完全円満だしね。もう生死がなくなっちゃう。生きるも死ぬもない、そのいつでも生きてるわけですね。死ぬってことはなくなっちゃうわけですよ。死ぬということは肉体を捨てていくだけであってね、殻を抜いて霊体になっていくだけでね、あるいは身体になっていくだけで軽くなるだけです。もうずっと上へ上がっちゃうわけですね。肉体生活があればですよ、どんな悟っていてもね、やっぱり、妻もあり子供もあり、あるいは夫もあり、いろいろあるって親戚もあり、周囲があるでしょ。だから周囲っていうもっとの兼ね合いがありますよね。経済生活もあります。だからそういうものの、こうハンデキャップがありますね。そこは肉体を脱ぎ捨てた、ね、身体元の体になった時にはこのハンデキャップないんですよ、ね、ハンデキャップないから光り輝いちゃうんですよ。楽ですよ。この世界でね、肉体世界で不平不満がない生活ができればですよ、その人は必ず深海ですよ、ね、この肉体の世界でみんな消えていく姿がね、いつも消えていく姿で平気な顔していられるようになら、ね、不動心になれば、それはもう絶対絶命深海ですよ、ね、それで深海っていうことは、そこはもう人を救うような立場のところですからね、光り輝くわけなんです。ね、だから皆さんはいつでも世界平和の祈りをさえしていればね、何にも恐れることはないということね。